いやー、パテックフィリップ。去年のパテックフィリップは新ラインのキュビタスが登場して話題をかっさらってったけど、今年もね、なかなかにして魅力的なモデルが発表されたので、気になったやつをピックアップして紹介したいと思います。で、キュビタスの話題が出たので、キュビタス最初に行ってみようか。去年に引き続き、今年もシンプルな三振デートモデルが出ちゃったね。しかも今年のやつはミディアムサイズってことで 40mm のが正直去年のやつはでかすぎんだろうって思ってたからさ、このサイズのモデルっていうのはみんな待ってましたっていう感じかな。パテックフィリップ自身も全ての手首にフィットする新しいミディアムサイズバージョンが登場しましたって言っちゃってるから、その辺の自覚があるんじゃねえかって思ってるんだけどね。それでさらに嬉しいのがダイヤルカラーブルーグレーが出ちゃってるんですよね。去年のはグリーンだったりシンプルなモデルの定番カラーのやつがなかったから、これもありがたい。しかもブルーグレー綺麗だよね。最近パテックフィリップがこの色を推してるみたいだからいいんじゃないかと。ただね、これホワイトゴールドなんよね。ステンレスじゃないんよね。だから次こそはミディアムサイズのステンレス、しかもブルーっぽいダイヤルでってみんなも思わない？まあでもあれよ、そもそもキュビタスって賛否両論だったからさ、どうなのかなって感じだけど、少なくともこのサイズ感で出てくれたからいいなって思う人は増えると思うし、いやむしろそんなの関係なくどうせ売れるんでしょとは思っちゃうよね。はい。キュビタスの話はこのくらいにして次に行きますと、今年のパテックフィリップの新作でこれを語らずに何を語るんだっていうモデルがあったのね。6196きたー。全パテックフィリップファンが待ち望んだモデルといっても過言ではないのよ。ついに来たね、6196。一応なんでこれが待望のモデルなんだいってことに軽く触れておくと、パテックフィリップっていうよりも腕時計の歴史の中で燦然と輝くマスターピース、ラウンド型ドレスウォッチの金字塔。それが1932年に登場したリファレンス96、通称訓録と呼ばれるモデルなんよね。シンプルなダイヤル、ケースからラグへの流れるようなデザイン、非常に美しい時計なんよね。で、その後継モデルっていうのが今まで出てたんだけどさ、最後の後継機5196が廃盤になったのが2022年ですか。あれから3年、長かったような短かったような。その間に6119が来て、しかも新しい手巻きムーブメントまで積んじゃって、訓録はって毎年期待しては落ち込んだりもしたけれど、私は元気です。なぜなら今年6196が来てくれたんだから。それでその6196見ていきますと、ムーブメントは予想通りの6119でも使われたキャリバー 30255PS を搭載。これがこのモデルの最大の特徴で目玉のアップデートになってるんよ。というのも先代の5196ってサイズが 37mm だったんだけど、キャリバー 215PS っていうムーブメントが使われてたんだよね。それでこのキャリバー 215PS ってのが小さくてね、スモセコの位置がいまいちだったの。中心に寄ってて、だから寄り目なんて言われたりして、ある意味不遇だったというか、人気だったんだけど時計好きからしたら結構このデザインが気になるみたいな感じだったのね。で、そこからの6196とキャリバー 30255PS なのよ。裏から見ると分かりやすいんだけど、ケースいっぱいにムーブメントが詰まってるよね。こういうのがいいんよね。これで寄り目が解消されてデザインのバランスも良くなったし、本当に最高のアップデートだったと思うんよ。それでこのモデル意外だったのはサーモンピンクのダイヤルにプラチナケース。いきなりプラチナって思っちゃったわけよ。てっきりイエローゴールドとかホワイトゴールドとかゴールドのモデルから出ると思ってたのにね。ゴールドのも出るよね。まあそれはいいとして、このカラーリングも意外だったなと思ったのよ。なんかさ、これに限らず今年のパテックフィリップの新作ってヴィンテージ感のある配色のモデルが多くなかった？そんな印象あるんだけどさ。まあまた違った訓録が見れて私は幸せです。はい。それでね、ちょっと話がそれるんだけどさ、みんなホディンキーの記事見た？この6196の実機レビューが載ってるんだけど、まだ見てない人はぜひ見てほしいの。
内容はまあみんな考えることは同じだねってことで、先代の5196の不満とか6196が改良されてめちゃくちゃ良くなったねってことなんだけどさ、6196への深い愛情が感じられるわけ。ある意味ラブレターみたいな記事で、私はこういうの好きなんだけどさ、その中にね、こんなことが書いてあったの。この時計は私の中で素晴らしいから、ここ17年間で最高にまで昇格した。技術的に優れているだけでなく、美しさの面でも完璧だ。ここ最近のパテックに欠けていたのはまさにこの美しさだと思う。そう、君のことだ。 5822P っていやー、笑っちゃいけないんだけどさ、ついつい笑っちゃってね。いや、これすごく面白くって、いや、面白いって興味深いっていう意味だからね。湯川教授における実に面白いっていうのと同じなんだからね。勘違いしないでよね。この記事ベンジャミン・クライマーさんって方が執筆してるんだけど、いいよね、こういう皮肉。外国の方らしい言い回し好きですね。しかもキュビタスってティエリー・スターン社長の肝入りみたいなモデルだからね。いや、ここまで言っちゃうんだみたいに思っちゃったのよ。まあ私の 5822P の感想に関してはノーコメントで。はい。では気を取り直して次のモデルに行きたいんだけど、次はですね、あんまりメディアで紹介されてなくて軽めにスルーされている注目度低めのモデルなんだけど、4946なのね。これめちゃくちゃいいと思わない？最初見た時にさ、このパターン出してくるのって思っちゃったのよ。一応簡単に説明しておくと、機能としてはパテックフィリップでおなじみの年次カレンダーが搭載されてます。年次カレンダーっていうのは1年に1回3月1日に調整するだけで、あとは永久カレンダーみたいに大小の月に沿って日付送りしてくれるので、年次カレンダーといえばパテックフィリップというのも1996年にパテックフィリップが初めて発表した機能なのね。日付の調整って結構面倒だけど、かといって永久カレンダーは厄介だし高いし、そこで普通のカレンダーと永久カレンダーの間になるような超実用的な機能をパテックフィリップが完成させたというわけ。それで今回の4946、2021年に登場したステンレス製の4947の素材違いなんだけどさ、そもそも4947いいなって思ってたわけ。サイズも 38mm で大きすぎず、しかもダイヤルもね、縦と横に筋が入ったデザインになっていて、全体的にドレッシーなんだけど程よいカジュアルさがあって心惹かれていたんだけど、今年の4946はまあ上品。色合いがこれまたいいよね。6196の時も言ったんだけど、なんとなくヴィンテージ感のする落ち着いた色でめちゃくちゃ好きなんよね。正直に言うと、これ今年の新作の中でリアルガチで欲しいと思った一本ではありますね。まあ現実的にはなかなか手に入れるのは難しいけど、いつかはこういうのをつけてみたいなと思いましたね。はい。そんな感じでまだまだ今年のパテックフィリップの新作はたくさんあるけど、私が気になったのはそのくらいかな。これだけは言いたいから言うんだけど、今年のパテックフィリップめっちゃ良かった。正直ここ何年かは私のパテックフィリップの新作への期待が爆上がりしてて、ほら新ラインが出るって噂もあったし、訓録の後継機まだかなって思ってたし、いやなかなかこの高いハードルを超えてくる年がなかったななんて思ってたんだけどさ、今年は良かったね。期待以上のモデルが出てきてくれたんじゃないかなと思います。そんな感想です。そんでもって来年がまた楽しみになっちゃったね。いやめちゃくちゃ気が早いんだけどさそんなところで今回は終わりです。もうすぐゴールデンウィークだね。行こう。